悪いけどな、10万ほど。貸してくれないか。電話で、忠雄が言った。忠雄に、金を貸せと言われたのは、初めてだった。自分よりも、ずっと収入のある忠雄が、金に困るというのは、妙な気もしたが、忠雄には家庭もあり、家のローンもあるのだから、そういうことも、あるのかもしれないと、よしおは思った。正雄の、ご苦労さん会をやったのは、もう、3ヶ月前のことだった。その後、忠雄とは、2回会って、一緒に飲んでいた。その夜、約束した居酒屋に、出向いてみると、忠雄はもう来ていた。いつものスーツ姿ではない。平日だというのに、私服だった。それに、いつもの笑顔がない。よしおは、忠雄の様子が、おかしいと思った。何か、あったのかと、よしおは言った。ごまかしても、仕方がないから。言っちまうけどな。なんだよ。俺、会社を、リストラされた。中国、韓国、東南アジアの、経済成長。日本ブランドの、競争力の低下。実はよしおも気にしていた。2ヶ月前、新聞に載っていたのは、確かに忠雄の会社だった。経営改革の失敗。業績の急激な悪化。数千億円の赤字。しかし、なんといっても大企業だし。潰れるはずはないし。忠雄の身に、その影響が及ぶと。決まったわけではない。前回会った時、忠雄も言っていた。平気さ、大丈夫だよ。しかし、そうではなかったのだ。よしおは、心配になった。忠雄は、どうするのだろう。忠雄には家族がいる。子供がいる。忠雄の収入が、断たれたら。彼らはどうなる。忠雄が言った。ともあれ。次の仕事を、探さないとな。それを聞いて、よしおは少し、安心する。確かに、忠雄はまだ若いし。忠雄の学歴なら。贅沢を言わなければ。再就職の見込みはあるのかもしれない。
よしおは思った。自分はどうしたらいいだろう。今自分が忠雄にしてやれることは何だろう。そこでよしおは思い出す。よしおはカバンから銀行の封筒に入れた10万円を取り出して忠雄に渡す。来る途中に ATM に立ち寄って下ろしてきたのだ。それを受け取って悪いなと忠雄が言う。よしおはふと思い至った。忠雄は今はまだリストラされたことを家族には話さないだろう。父や母にも話さないだろう。話すのは多分次の仕事が決まってからだ。その方が聞く方の負担も少ない。それまでは誰にも話さないに違いない。しかし忠雄は話したいのかもしれない。その不安や無念な思い。よしおも経験したことがない現実。そして弟の自分なら聞いてやることができるのかもしれない。話せよとよしおは言った。話してもいいか。ああ、いいよ。そして忠雄はよしおに話した。こんな世の中だし、自分にだって、いつ、何が起こるか、わからない。そのことは、知っていた。でも、どこかで、信じていた。自分は大丈夫、なんとかなる。会社での営業成績は、悪くなかったし、上司の受けだって、良かった。でも、ある時期から、うちの部は、不採算部門になっていたんだ。変化っていうのは、本当に、急激にやってくるんだよ。そしてリストラ。裏切られた。そう思ったよ。でも誰に、何に、裏切られたのかな。そこがとても、曖昧なんだ。切られなかったやつもいた。そいつは、有力なコネを、持っているやつだった。切られないそいつと、切られる自分を比べて、今まで知らなかった。自分の立場ってものが、少しわかった。そして怖くなったよ。世の中ってものがさ。2時間ほど飲んで、居酒屋を出て、駅まで一緒に歩いた。駅で別れるとき、
よしおは忠雄に声をかけた。なあ、俺、兄貴には感謝してるんだぜ。忠雄がよしおの方を振り返る。親父のご苦労さん会にも出れたしさ。よしおがそう言うと、ああ、と言って、忠雄は笑った。仕事帰り、陽子とよしおは食事をしていた。陽子がよしおに話している。おばあちゃんの話だ。昨日の夜、陽子はおばあちゃんと久しぶりに電話で話したのだそうだ。陽子のおばあちゃんは父方のおじさん家族と一緒に田舎に住んでいる。今71歳だ。おばあちゃんにもいろいろと悩みがある。まず、ご近所付き合いのこと。土地柄という問題もあるし、まだ若いおじさんやおばさんに任せてはおけない。家族がご近所とうまくやっていけるように。おばあちゃんは心を砕く。次に、おばあちゃんはもう年だ。腰が痛い。歯も痛い。腰の痛みは不安だ。放っておいたら悪くなるかもしれない。病院に行かなければならない。歯医者にも行かなければ。その次に、おばあちゃんは、自分は世の中の変化についていけないと感じている。だから自分よりも若い家族と一緒にいると居場所がないと感じることがある。でも他に行き場もない。おばあちゃんは陽子に言った。何か美味しいものが食べたいな。よしおは気づいている。陽子は少し落ち込み気味の。自分を気遣って。あれこれと話しかけてくれている。しかし、よしおの気分はなかなか晴れない。いくら話しかけられても。よしおは陽子の話に乗ることができない。ねえ。うん。元気ないね、今日は。陽子が見かねて言った。よしおとしては陽子にそっけない態度は取りたくはない。しかし、その時はよしおにも
どうにもならなかった。よしおはせめて自分が塞いでいる理由だけでも陽子に話そうと思った。わけもわからず塞ぎ込まれたら陽子だって困ってしまう。兄貴がさ。うん。リストラされたんだ。そうなんだ。世の中なんてわからないもんだなって思ってさ。今度は陽子が黙ってしまう。それはそうだ。突然、兄のリストラの話などされたら、何と言えばいいのか。わからなくなってしまう。陽子を困らせたくなかった。よしおはちょっと笑顔を見せ、もっとちゃんと忠雄の話をすることにした。自分よりもずっと出来のいい兄。子供の頃、学校の成績が悪い自分が、両親に冷たい目で見られても、いつも自分の味方になってくれた。一流の大学を出て、一流企業に就職して、今は結婚して子供も2人いる。しかし、新聞に載っていた。最近、兄の会社は、経営戦略の失敗で、巨額の赤字を出したのだ。陽子に忠雄の話をしながら、よしおは思っていた。自分が今、塞いでいる。本当の理由は、そういうことではない。しかし、それをうまく、陽子に説明することができない。問題は、忠雄の言った、あの一言だ。忠雄は言っていた。世の中というものが怖くなった。そしてよしおも昔、そう感じていた。昔、大学を卒業して、社会人になることが怖かった。よしおは知っていた。自分は無力だ。弱い人間だ。そして、父の正雄が言うように、世の中は厳しいのだ。激しい競争、リストラ。そして、うつ病、過労死。情け容赦なく、社会から、弾き出される人たち。自分はきっと、その厳しさに耐えられない。よしおは、そのことを思い出していた。よしおはすでに、社会人になって5年目だった。小さな会社のサラリーマンとして、なんとかこれまではやってこれた。世の中のことも昔よりは知っている。
新聞にも少しは目を通すし、仕事を通じて学んだこともある。しかし所詮、よしおは小さな世界にいて、その中のわずかな部分を知っているに過ぎない。よしおは思っていた。自分はこれからもこの世の中でやっていけるのだろうか。忠雄のように自分にもいつ何が起こるかわからないのだ。不安な気持ち。何かに誰かにすがりたい。そんな思い。その日訪れた。中華料理の店を出たよしおと陽子は夜の道を歩いていく。陽子の手がよしおの手を取り軽く握る。陽子と手をつなぐのは初めてだった。二人は手をつないでしばらく歩いた。やがてよしおは駅に向かう道をそれて陽子の手を引いていった。商店やビルのある人通りの多い通りから民家のある人のあまりいない方へ。やがて細い路地に入る。よしおは足を止めた。そして陽子の体に両腕を回す。よしおは陽子の体のぬくもりを感じた。そのぬくもりがよしおの不安な心を救ってくれそうな気がした。ごめん、とよしおは言った。陽子は何も言わなかった。ただよしおに自分の身を任せていた。ごめん、と再びよしおが言った。よしおが陽子の体から身を離す。自分は今、陽子を暗がりに連れ込んで抱きしめたのだ。無茶なことをしてしまった。と、よしおは思っていた。しかしよしおが見ると、陽子が目を閉じた。よしおは陽子の体に再び手を回す。そして、その唇に自分の唇を合わせた。再生リスト12に続きます。